メイティさんなんですが、はい。前回90日講座を、はい、ご受講いただいて、はい、そして、ものすごい過去に体験をされていらっしゃるということで、私も最近知りまして、ぜひここでどんな体験があって、そしてどうしてこの90日講座、エネルギーワークっていうのがものすごく大切なのかっていうのを、ぜひ皆さんにですね、はい、メイティさんの体験をですね、シェアしていただくと嬉しいです。はい、おはい。願いします。ありがとうございます。私は、おそらく11、2年ぐらい前になると思うんですけど、看護師からレムリアンヒーリングっていうのに導かれた時期があって、ヒーリングの資格とか、ティーチャーの資格まで取ってたんですね。で、それを、ある種素人から始めて、で、技術とか、そういう波動とかには親和性があってすぐにできたんですけど、チャネリングも習ったんですけど、そこからちょっと、最初はすごい楽しかったんですけど、なんか、波動が高くって、軽くって、なんかその願望実現とかも夢があったんですけども、そこで出会ったチャネリングの先生の男の先生がきっかけで、あの、ある種多分、エネルギーヴァンパイア現象みたいなのがまず起こって、先生だったけど、そういうことがまず分からなくって自分で、そういう判断がまずつかない。エネルギーのことがまず分からない。で、先生だと、そういうチャネリングとかヒーリングの先生だったらみんな先輩に見えてたから、選別ができないっていう状況で、でも、そのヒーリングとか受けたらこっちがしんどくなって向こうが元気になるとか、こっちが見えてるけど向こうが見えてないとか、なんかそういうことが起こってたんですね。で、なんかおかしい、すごくしんどいって思って、もうちょっと物理的に近くなれなくなっちゃったんですよ、しんどくなって。で、その先生は、私とあなたがツインソウルだと思うって言われたんですね。で、私はそれがツインソウルかどうかも判断がつきにくくて、そのチャレニング習ったばっかりなので、何が答えかがちょっとはっきりわからないし、で、わからないままだったんだけど、どうしてもしんどくなるからもう私がちょっと縁をとのけたんですよ。そしたらそこからちょっと生き量みたいな現象が始まったみたいで、私は生き量って知らなかったんですけど、もうずっとしんどくて重たくって、なんか調子がどんどんおかしくなって、体重が40キロ切りそうになって、なんかその時自分でもわからないぐらい痩せていって、なぜか。で、兄弟にもすごいびっくりされて、心配されて、で、ちょっとなんかおかしいから、やっぱりなんか見てもらった方がいいかなと思って、なんか近くの霊能者さんみたいなすごい有名な方に見てもらったら、その生き量っていうか、その人がすごくまだあなたを支配とかコントロールしようとしてるとか、なんか結構すごい見えててすごいいろんなこと言われたんですよ。で、私には見えてないし、本当にそんなことが起こってるんだったらすごい怖いって正直思ったんですね。言われたことが。で、体調も事実悪くなってたし、体重減少とか、だんだん波動がなぜか上がらなくて、とりあえず気味が悪いっていう状況が続いてたから、なんでこんなことになってんのかっていうのを、そういう霊的な視点から見たときにそういうことが起こってるって教えてもらって、すごく怖くなっちゃったんですね。で、結構あなた、すごい、なんていうかな、影響今までも受けてるって言われて、よく病気にならなかったねって言われたんですよ。でも自分ではそれわからないけど、結構そういうことは無自覚で起こってたんですね。で、その後から良くなったかと思ったら、どんどん憑依現象が逆に続いていってしまって、で、見えないことでもしそういうことが起こってるんだったら、心理的にすごい恐怖感が増強してしまって、で、まだ素人だったから、そういうことを言われたらもう、なんか自分でどう対処していいかわからないって怖くなっちゃって、その時軽く除霊みたいなのしてもらったけど、全然変わらなくって、他にもヒーリング巡りとかしてなんとかこう直そうとしたんですよ。でもどこ行っても逆にもらっちゃうっていう現象が起こり出して、本当の意味で助けてもらえなくって、で、逆にお金だけ取られるような気持ちになって、どんどん悪化していったんですね。で、なんかどんどん入られて、自分がもう多分体重とかが減ってたから、防御機能が多分落ちてて、ウイルスに負けるような状況で、多分どんどん入られたっていうのは分かって、自分がベッドから動けないぐらいになっていった時期があって、で、下半身がちょっと動かないっていうか、なんか動くんだけど、なんかベッドから動けないっていう、なんか不思議な状況で、もう携帯見るしかできなくて助けてとか人に言ってた時期があったんですね。何が起こってるかわからないけど、
もう気味が悪い、助けてって言って、でもみんなに最初相手してもらってたけど、どんどん乗っ取られて人格が、なんか生理もその時から2年ぐらい止まって、で、だんだん思考もおかしくなって、どんどん迷惑行動を起こし出して、で、私はどっかここにやめてって、それしたら絶対あかんって思ってる人格があるんだけど、こっちの体がもうすごい悪人格みたいに乗っ取られてしまって、それを勝手に起こしてしまうっていうことをするんですね。で、なんかわからないけど、どんどん破壊現象が起こってしまって、友達とかにもみんな、こう、気味悪がられたっていうか、で、ちょっとブロックされたり、なんかみんなに心配されたりとか、いろんな現象が起こって、自分でもどっか分かってるけど止められないっていう状態だったから、もう、どうしようもなくなって、最終的には、精神科の親戚のとこに、ちょっと行ってた時期もあって、でも、精神科では病気じゃないって言われて、薬も効かないし、行動療法も効かないし、本当に思考がバラバラになって、どこのお店選んで何を選んでいいかもわからないって変な状況になってたんですね。で、珍しいって先生にも言われてて、で、なんか精神科の治療でも治らないし、何しても治らない、生理も2年止まったまま。で、もうどうしても諦めてたんですけど、なんか、諦めてるときはどんどん悪化するんですよ、やっぱり。自分のことを自分で諦めちゃってるから、やっぱり人からも大切にされない現象になっていくんですね。でもどっかからやっぱりこのままでは嫌だって気持ちが出てきたんですよ。辛いって。もう先が見えないし、家族ももう地獄やって言ってたし、その私と一緒にいた家族は。それで、やっぱり私生理も治したいし、人生もっとやっぱり元に戻したいって、やっぱ正直思って、あんだけ幸せで、レムリアとかの波動が高かった時期ぐらいまでなってたのに、全部そこから崩壊ぐらいになっていって、で、なんか、生理を治したいって婦人科の先生に紹介してもらったとこから良くなっていって、なんかその先生がすごく理解のある女性の先生だったので、なんか心と体をちゃんと冷静に医学で見てもらった上に、無理のない治療をしてくれて、で、心と体がそこでほぐれたから、ちょっとずつ自分を取り戻せていって、なんか、鍼灸したら治る気がするとか直感がはっきりまた戻ってきて、で、鍼灸したらすぐに回復してっていう、自分でその自分の体の位置を取り戻したって経験もしだしていったんですね。でも、そのプロセスでやっぱり4年ぐらいはおそらくかかった。で、その間やっぱりもう自殺しようとしたっていうかもうそれが止めれないから、で、まあ自分でどうしようもないし、周りにもなんか迷惑かけてるっていうのは分かってるから、でも助けてもらえないっていうか何しても治らないから、なんかもう死にたいって言ってて殺してとか言ってた時期があって、でも、まあ助けられて、で、ちょっとずつちょっとずつ治っていって、なんかそういう時期がありましたね。今なんか本当にお話伺ってたら、すごい自分がエリックと重なったんですよね。もう本当に、行動とかもね、なんか、なんでそんなことするのみたいなこともやっぱりしてたので、エリック自体も。本当に。私も、なんか、ノッチさんがエリックさんのその話をアウトプットされてるのを見たときも自分と重なってしまって、なんか、すごい涙が出て、そういうことが起こってたんかっていうか、やっぱり、なんか過去世の追体験って言われたけど、でも追体験だけじゃなく、きっとその現象面でもそういう見えないエネルギーも重なっただろうっていうのは今では思うんです。その時は分からなかったけど。まさに、ヒーラーのふりをしたレプテリアンって言いますからね、本当にね。そう、多分、その人に映ってたのかはちょっと分からないんですけど、すごくそういう、なんか、本当にヒーラーで助ける側ではない逆の現象を起こしてしまうっていうことも起こり得るんだっていうのを知ったというか。メイティさん、今回90日講座を前回選んで、そして参加をされて、どのように何か変わりましたか？なんかすごく変わったですね。なんか、まず、なんていうかな、導きで入ったんですね。
この最後の時に、もう明らかに、あ、来たって、私これ受けなあかんなっていうのが分かったから入ってみて、で、90日の動画を見ながら自分で朝のリチュアルとか、いろんな動画から受講して知っていくとかね、いろいろやってたんです、自分で。で、できるだけ毎日朝のエネルギーワークをしたり、して自分の内的な浄化とか癒しとかもすごくやっていたら、やっぱすごく、癒しと涙、過去の記憶が勝手に浮上してエネルギーワーク中に、で、号泣したりとか、その時の本心が出てくる。やっぱすごく辛かったとか、誰にも分かってもらえなかったとか、なんか理解してもらえないっていうのがやっぱ一番辛くって。で、やっぱ本人のせいっていうか、で、おかしくなったっていう印象が蔓延してしまって、なんか、本当にそれを取り戻すのにすごく時間がかかったし、現実的損失もすごくあったんですね。健康とかお金とか人間関係とか全部一回失ったし、そこからもう一回治ったと思ったら立て直さないといけないから、でもそこでのなんか辛かったことが走馬灯のようにやっぱ出てきて、なんか、感情がやっぱそこで自然と出ましたね、まず。解放が起こって。で、号泣した後にやっぱりその自分にやっぱ戻れて、そこからまた眉間のとこでイメージ、ビジョン、本当に望んでることが見えるというか、入れて、いや、私はやっぱこれを望んでたんだっていうことが受け止めれて、やっぱ辛かったりそういう時って本当に望んでることさえも見えなくなったり諦めたりしちゃうんですよね。でも、そこの浄化が起こると、ちゃんとそこがクリアになると見える世界とか気持ちがあって、そこがやっぱエネルギーワーク中に起こっていけた、自分でやりながら。で、やっぱり、自分のそれもありますし、ノッチさんの月々のノッチさんとエリックさんの、ズームでの除霊とかエネルギーワークを受けながら、やっぱすごく力が感じられて、本当に自分ではそこまで意図設定できなかったことをしっかりしてもらえて、なんか、本当にそのカルマからダルマに最後変わることとか、本当の使命を生きることとか、それまでに本当に日々の除霊とかクリアリングとかそういうことをやってもらったおかげで、本当にどんどん波動が上がっていったっていう自覚があるんですね。意識だけじゃなくて、肉体、現実レベルから。で、やっぱりやりたくなかった仕事強制終了も起こりましたし、本当にここに申し込んだ瞬間起こったんです、実は翌日に。本当にそういう不思議だけど、本当にそこに入ったら、ジャンプしたら、本当にコンタムジャンプっていう願望、なんていうかな、次元が変わるっていうことを3ヶ月を通してやっと実感できた。最初の序章はその仕事が変わったことだったんですけど、どんどんクリアリングとか、いろいろ直感も本当に冴えていって、魅力もよく見ますし、エンジェルナンバーなんかも当たり前ぐらいになってるし、なんか、で、ビジョンも前からビジョンとかメッセージも受け取ってたんですけど、そこへの自信がなかったり、やっぱエゴとの混入もあったんですね。でもそこに対してやっぱり自己浄化とエネルギーワークとかで波動がどんどん上がっていったので、簡単に受け取りやすくなって、以前より。アカシックレコードも以前より受け取りやすくなってますし、パッて浮かんだことがその通りっていう確率が高くなってたり。そうやって本当にサードアイ海岸とか、そっちの能力が明らかに前より、上がってるっていう自覚と、で、現実が本当に次元が変わったっていう実感がこの90日であります。よかった。もう闇から完全に抜けて、工事のメッセージちゃんと聞けるようになった。本当にそんな感じです。よかった。よかった。よかった、メンチさん。ありがとうございます。すごい鳥肌です。もう今すごい鳥肌きましたけれども、もうそんな、もうすごい体験を経験されて、エネルギーの大切さをすっごくもう本当にね、実感を経験されていらっしゃるメンチさんなんですけれども、今、この90日講座を受けようか迷っていらっしゃる方に、ぜひメッセージお願いします。本当に自分が心から惹かれてるもの、魂から惹かれてるものには、本当にジャンプしてほしいって。
その先が見えなくても、絶対ノッチさんのところは、いい方にしか行かない。悪くなることはない。ないない。その危険性はこの世界って実はあるんですけど、私が経験したようなことは。でも、私はやっぱりいろんな人見てきて、実体験を人に伝えるようにしてるので、本当に、安全確実に、次元が変わっていきますし、サードアイ海岸とか、スピリチュアルな体験が、本当にリアルなので、その安全性と、強力さが、ここはすごいので、で、仲間も、すごく応援と宇宙連合の絵が本当に入っているので、本当に安心して、身を委ねて入ってほしいなっていうのが、私からお伝えさせていただけることです。